皆さんこんにちは。日本語ジャムのあやのです。今日も聞いてくれてありがとうございます。このチャンネルは日本語を勉強している中級者から上級者の方に向けて自然な日本語でお話ししています。ぜひリスニングやシャドーイングの練習に使ってください。今日はトピックに入る前に皆さんにお礼をしたいなと思っています。なんと YouTube のチャンネル登録者数が1000人を超えました。本当にありがとうございます。2025年の1月から投稿を始めたのですが、約1ヶ月半でこんなにたくさんの人に聞いてもらえると思わなかったので、びっくりしていますし、とっても嬉しいです。これからも皆さんの勉強に役に立てるようにコンテンツを配信していきたいと思っています。応援よろしくお願いします。それから私はインスタグラムとスレッズで日常生活で使える日本語の単語を毎日投稿しています。ぜひそちらもフォローしてもらえたら嬉しいです。ちなみに今日は3月4日にこのポッドキャストを撮っているのですが、実は昨日関東で雪が降ったんですよ。本当にびっくりしました。もう3月だし、春になって暖かくなっていくんだろうなって思ってたんですけど、急に雪が降ったので本当にびっくりしました。しかもまた寒くなって10度以下の気温なので、冬に戻った感じです。今日のトピックなんですけど、日本人がよく使っているコミュニケーションツールの LINE について話したいと思います。LINE っていうのは LINE というスペルなんですけど、緑色のアイコンのアプリです。海外の方だと WhatsApp とかを使っている方が多いと思うんですが、日本では多分 95% 以上の方は LINE を使ってるんじゃないかなと思います。LINE ではメッセージのやり取りとか写真を送ったりとかアルバムを作ったり、最近はショート動画も見れるようになっています。私は家族と友達と連絡を取るときには主に LINE を使っています。私が LINE を使い始めたのは高校生になってからなんですけど、それまではメールを使っていました。メールに比べると LINE は一瞬でメッセージも使えるし、スタンプっていう機能もあるので、より感情などを表現しやすくなりました。でもその分早く返信しないといけないなとか、常に友達や家族とつながっている感じがするので、中学生までのコミュニケーションの取り方と大きく変わったなと感じています。特に LINE には既読機能っていうのがあります。既読というのはすでに読みました、もう読みましたという意味です。LINE ではメッセージを受け取った相手が既読になると、既読マークっていうのがつくんですね。それがつくと、既読をつけちゃったから早く返信しないとという気持ちになります。すぐ返信できる状況ならいいんですけど、仕事中とか出かけている時に既読をつけてしまうと、すぐに返信できないこともありますよね。既読をつけると通知もなくなってしまうので、そのメッセージのことを忘れてしまって長い間返信していなかったっていうこともよくあります。友達とのやりとりではカジュアルな、あまり重要ではない会話などもしていることが多いので、そういう時はいいんですけど、何か約束を決める時とか仕事の話をしている時などにそれをやってしまったら怖いなと思います。ちなみにこの既読をつけて返信をしないことを既読スルーと言います。彼氏と喧嘩をして既読スルーされてるんだよねとか、いい感じだと思ってた人がいたけど LINE は既読スルーされてるのとか、そういう感じで使います。私はもともと友達ともメッセージはあまりしないタイプなんですね。何か予定があって行く場所を決めたりとか時間を決めたりする時だけ LINE でやり取りをすることが多いです。皆さんはいかがですか？私の友達で考えると
私のように業務連絡しかしないタイプか、毎日誰かしらとメッセージのやり取りをして楽しんでいるタイプの2つに分かれているかなと思います。私は2つ目の毎日やり取りをするっていうのは憧れていたこともあるんですが、実際にメッセージを送り合うとなると何を話せばいいのかわからないなとか、メッセージが来た時に早く返信しないといけないとプレッシャーを感じることも多いので、今は必要な時に連絡をし合うのがいいなと思っています。あとメッセージの送り方も人によって個性が出ます。例えば女性は結構絵文字を使うことが多いけど、男性はびっくりマークだけとか何も使わない人も多いですね。私は個人的には文字だけを送るより絵文字を使った方が自分の感情も表現できるし、ニュアンスも伝わるかなと思います。どうしても丸やびっくりマークだけだと少し怒っているように感じてしまうこともあるかなと思います。LINE が普及する前はそれが普通だったんですけど、若い人の間では絵文字がない方が違和感を感じるという人も多いそうです。やっぱりコミュニケーションとか言葉って時代によっても大きく変わるなと感じますね。あとは1回のメッセージで長文で送るか短文、短い文で送るかっていうのも人によって変わります。私は業務連絡タイプなので、一度に必要な情報をすべて送ることが多いですね。なので長文になりがちです。もし相手が短い文章でリズムよくやり取りしたいというタイプだったら、それに合わせることもあります。それから返信する頻度も大切ですね。もし相手が仕事をしていたら、返信が来るタイミングは1日に数回かもしれないし、常に携帯をチェックできる人はすぐ返信が来るかもしれません。やはり生活スタイルによってスマホを触る時間とかメッセージのやり取りも変わるので、相手によってコミュニケーションの仕方を変えるっていうのは大切だなと思います。そこが大きく異なるとストレスになってしまうこともあるので、私も気をつけています。日本人の場合は恋人同士で LINE の返信頻度とか返信する時間などをあらかじめ確認し合う人たちもいるみたいです。確かに自分はすぐに返信しようと思ってるのに、相手からの返信がいつも遅かったらちょっと寂しく感じますよね。そして最初の方で既読スルーという言葉をお伝えしたんですけど、未読スルーという言葉もあります。未読というのはまだ読んでいないという意味です。なので既読マークがつかずにずっと放置しているということになります。この場合は相手は意図的に未読にしているのかもしれません。なぜかというと、既読マークをつけてしまうと通知がなくなってしまうんですね。メッセージが来ていますよというアイコンが消えてしまうので、それを防ぐためにあえて未読のままにしている場合もあります。でも1日以上、1日とか1週間経っても返信がなかったら遅いと思うので、もう一度メッセージを送ってリマインドしてもいいかもしれません。スマホができてから簡単にメッセージでやり取りができるようになって、いつも友達と会話ができるようになりました。でもやっぱりみんな忙しくしていたり、自分の時間があると思うので、しつこくしすぎないように気をつけています。皆さんの国ではどんなアプリを主に使っていますか？あとはメッセージでやり取りをする際にどんなことに気をつけていますか？ぜひコメントで教えてください。それからトピックのリクエストなどもありましたら、ぜひコメントや SNS の DM でお待ちしています。それでは今日のトピックはここまでにしたいと思います。楽しんでもらえたら嬉しいです。また次回のエピソードでお会いしましょう。日本語ジャムのあやのでした。バイバーイ。